こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのようを覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はスミスさんです。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあスミスさんについて自己紹介をお願いします。はい、普段インスタグラムで花と花瓶のある暮らしをご紹介してまして、普段はインテリア系の EC の運営をしていて、趣味としてはこの通り花瓶を大量にコレクションしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回紹介していただくご自宅が 1DK ということで、ベッドルームとこちらがリビングスペースというか、はい、そういったお部屋ということで、今回はそんなスミスさんのルームツアーさせていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちら玄関周りを紹介していただきたいなと思います。ここは主にどんなものを置いているような場所になりますか？そうですね、見ての通り花瓶なんですけど、ここのお家に入居した時にここのスペースをどう使うかっていうのをすごく考えたんですけど、最初も絵とか飾るのもいいかなって思ったんですけど、やっぱりコンクリート打ちっぱなしのお家であんまり日当たりも良くないので、こういう場所にお花を置いて彩りを加えてます。この辺りのお花だったり花瓶とかっていうのはまた定期的に入れ替わったりとかするんですか？そうですね、今はちょっと暑い季節なので毎日花瓶も入れ替えたりとか、お花との組み合わせも全部変えて楽しんでますね。すごい色味もお花のバランスもすごい絶妙というか可愛らしいなと思うんですけど、この辺りの色のバランスだったり花瓶のこの高さの選び方だったりとか、そういったところってこだわりとかあったりしますか？そうですね、意識してるのは三角形の連続になるように高低差をつけていけているのと、あとは今飾っているものだと、例えばこのブルーの花瓶だったら、隣は反対色のオレンジを持ってきたりとか、お互いが引き立て合うような配置っていうのを考えていけてますね。で、お花に関しても全部同じように生けてもいいんですけど、ある程度メリハリつけた方が可愛く見えるので、このメインセンターにはわさっとたくさん生けて、その周りをちっちゃい花瓶とかで彩っていくっていう飾り方をしてますね。いつもこういう少し長さのあるものは茎を長めに残してひょろひょろっとさせて、少しアクセントになるように生けています。じゃあ結構ここも考えて割とじゃあそうですね、置いてらっしゃるんですね。その日のコンディションによってすごく時間かかる日もあるんですけど、じゃあそれこそ今日はカラフルですけど、色味が一色で統一されてる日とかもあったりするんですか？そうですね、めったにやらないんですけど、例えばバレンタインの日とかは全部ピンクとかに統一して飾ったりとかはしますね。ありがとうございます。はい、寝室の方紹介をしていただきたいなと思います。まずこの寝室全体のコンセプト、こだわりみたいなところをちょっとお伺いしたいんですけど、何かこだわったポイント全体的にあったりしますか？そうですね、コンセプトとかは特にないんですけれども、やっぱりこの壁をシーズンに1回塗り替えていて、この壁とこのファブリックのコーディネートっていうのを毎週変えていて、ちょっと他のそっちのリビングのスペースとかよりはこういうヴィンテージ感の強いものとかを置いて、寝室なのでちょっとロマンチックな雰囲気が出るようにしてますね。じゃあちょっと順番にアイテムについてもお伺いしていきたいなと思うんですけど、まずこちらの白い花の部分から、こちらは、フラワーベースだったりアクセサリーだったりそういったものが置かれてるっていう感じですかね？そうですね、最近買ったこの IKEA の白い棚に、普段使いするアクセサリーをいろいろ置いて、ここになんでこんなにお花があるかっていうと、寝た時にちょうどここが視界に入るので、お
お花眺めながら寝るとすごく気分がいいので、ベッドサイドにも置いてるんですけど、寝室には必ずお花を飾るようにしてます。このベッドカバーを週に1回は必ず変えてるので、その色味と合うように花瓶も一緒に全部変えてますね。お花も入れ替えたりとかして。じゃあ結構高い頻度でというか入れ替わりはしてるんですね。はい。わかりました。花瓶の手前側にあるアクセサリー系だったりトレイ、そういったものもちょっと軽くお話もお伺いしたいんですけど。基本的に服が黒いものが多いので、シルバー系のアクセサリーを中心に持っていて、置いてるトレイとかは、いろんなところで買ったものなんですけど、これに関してもいろいろ持ってて、そのインテリア変えるたびに下のトレイも変えたりしてます。そうなんですね。はい。と今全体的にお部屋がパステル系なので、パステル調のトレイを使ってます。はいはいはい。なるほどね。ありがとうございます。そしたらじゃあ後ろの壁面の、さっきの塗装のお話のことちょっとお伺いをしていきたいんですけど、こういったペンキみたいなところはなんかこだわりのブランドというか、なんかそういったものとかもあったりするんですか？そうですね、いろんなメーカーを使って最終的にたどり着いたのがカラーワークスというメーカーのヒップっていうペンキなんですけれど、ほとんど色見本の通りに発色するので、あまり失敗がないのと、あとすごくカバー力が高くて、壁塗り替える時に下地とか塗らずに直接塗ってしまうんですけど、この下の色は確かピンクだったんですけど、しっかりカバーしてくれて、確かに全然すごい綺麗に入ってますもんね。そうなんです。すごく使いやすいペンキですね。後ろのテーブルとかも同じ塗料 で、すよね。これもカラーワークスのヒップというシリーズのペンキですね。ありがとうございます。後ろに鏡がたくさんあると思うんですけど、このまず鏡自体はどうやってこれはつけてらっしゃるんですか？鏡はこれ壁に直接用途といって、こういうフック状になってる釘を刺して、そこにこうやってかけてますね。なるほどね。鏡自体は複数組み合わせて使うような、そういった一応用途の鏡というか。そうですね、デコレーション用の鏡で4個でワンセットのものを2つ買いました。ちなみにこれどちらのブランドのものなんですか？ちょっとブランドは分からなくて、表参道にあるインテリアショップで購入しました。そしたら後ろにあるカーテンについてちょっとお伺いをしたいんですけど、黄色いレースカーテンということで、これはどちらで購入された？これは楽天で購入したもので、お透け感があるので、すごく雰囲気が出ていいのでつけてますね。そっちのピンク色のカーテンも似たようなものなんですけど、これに関しては IKEA で買ったものなんですが、今はちょっともう販売してないので、ちょっと似たようなものないかなっていうのを探した時に楽天で見つけたのがこれだったんですね。すごい空張りも豊富で安かったんで1000円ぐらいで。じゃあ結構お手頃なんですね。そうなんです。なので他にもピンクとあとブルーもあって気分で変えようかなって思ってます。もうすでにじゃあストックをされてるんですね。そうなんです。なるほど、ありがとうございます。カーテンのお隣に間接照明が縦にね、あると思うんですけど、結構このお部屋自体は間接照明がかなり数もあると思うんですけど、そこら辺のこだわりみたいなのって何かあったりしますか？こだわりっていうのは特にないんですけど、単にもう照明が好きでいろいろなんか可愛いの見つけると買ってしまうんですね。なので気づいたら増えてたという感じで。ちなみにさっきの縦の照明はこれどちらで購入されたんですか？これは HP レコというお店で買ったフランスのツェツェアソシエというデザイナーさんのもので、和紙のような紙でできていて、紙っぽい質感なんですね。そうなんです。この和紙を通した時の光がすごく綺麗で、部屋全体を暗くした時に幻想的にお部屋を照らしてくれるので、すごく気に入ってます。あとこちらだと猫ちゃんのオブジェというか、なんか置いてあると思うんですけど、これは何ですか？これはお香立てなんですね。ヘビースモーカーの猫をイメージしているそうで、このブランド自体はフランスのアスティエ・ド・ヴィラットというところのものなんですけれど、その画家のバルテュスという方がいて、そのバルテュスがすごくヘビースモーカーだったんですけど、かつめちゃくちゃ猫が好きで、その彼をイメージしたお香立てらしいですね。あとね、お香がこだわりがあるということで、ちょっとそちらもお伺いしたいんですけど。そうですね、このお香もこ
の猫ちゃんと同じアスティエドビラットのものなんですけれども、淡路島で作られてるお香が一番品質がいいらしくて、このアスティエドビラットもわざわざフランスのブランドなんですけど、日本で作ってフランスで販売してるというちょっと不思議な形をとっているらしく、世界中の都市の香りをイメージしたお香で、これ自体もすごく香木の香りがとてもいいお香で、他にも10種類ぐらいあります。ちょっと寝室なので落ち着く香りがいいかなと思って、こういう少しウッドベースの香りを選びました。ありがとうございます。あとはお隣のグラスですか。はい。このピンクのそうですね、それもちょっとお伺いしたいんですけど、これはどちらの？これはヘルマーダルというガラス作家さんで、北欧の多分ストックホルムとかを拠点にしてる方だと思うんですけど、デザイナーさん自身がすごくスイーツが好きらしくて、これ自体もキャンディーをイメージして作ったグラスらしくて、すごく可愛くってずっと欲しいなと思ってて少し高いんですけどちょっと買っちゃいましたね。ガラス作品とか結構ピンキリだったりしますそうですね。宝物です。はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、続いてちょっと手前側も紹介をしていただきたいんですけど、まず後ろのベッドのシーツ類、寝具だったりそういったものもちょっとお伺いしたいんですけど、結構定期的に入れ替えてらっしゃるところで、今使ってるのはパープルのそうですね。これは IKEA のパープルのものは IKEA のもので、奥のベージュのものは H&M ホームとかですごくたくさん持ってて、シーツは他にも北欧のテクラとかマグニバーグのものとかいろいろ持っていたりとか、あと韓国のガタのものとか気分でいろいろ変えてます。そしたらじゃあちょっとそのままベッドサイドのお話お伺いをしたいんですけど、すごい大きなライトがあると思うんですが、これはどちらで購入されたものですか？これはヤフオクで購入したもので、ガラスの周りにメタルのワイヤーが入ってるのが結構珍しいかなと思って一目惚れで購入しました。存在感がなんかそうですね。すごいですね。結構大きいんですけど、すごくお部屋のポイントになるので気に入ってます。照明自体は結構明るいんですか？ちょっと電球今入ってないんで入れてから撮っていいですか？はいはいはい。こんな感じで。明るさは結構優しい感じの。シェードが結構厚みがあるので、気分でこの電球もつけたりとかして。そうなんです。はい。これちょっとこの間プレゼントでもらって。すごい。ハートがモチーフになってる。これはモマで売ってます。そうなんだ。はい。あとこの下タイルのボックスと言ったらいいんですかね。これはご自身で作られたもの。そうなんです。はい。材料を全部楽天で購入して、だいたい多分合計で7000円ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと途中で目地材が足りなくなっちゃって、このエッジの部分とか全然終わってない未完成のものなんですが、遠目で見たら分かんないだろうと思ってこのまま使っちゃってます。なかなかタイルの製品とかって結構お値段が高かったりとか、買うのも難しかったりとかもしますよね。そうですね。でも DIY 自体は結構簡単にできると思うので、材料さえ揃っていれば。これ作るのにお時間とかってどれぐらいかかったんですか？ちょっと私は変なやり方をしたので1日ぐらいかかっちゃったんですけど普通にやれば多分でも乾かす時間入れたら1日ぐらいはかかるかなと思うんですけど、おすすめなのはやっぱり木材買ってきて自分で組んでそれに貼るのが一番おすすめです。あとはじゃあ下の、こちらのラグについてもちょっとお伺いできればなと思うんですが、これはどちらのブランドのものですか？これはスタジオザブルーボーイのもので、京都で職人さんがすごく丁寧に作っているものだそうで、デザイナーさんの、正田さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の本当に感性がすごく素晴らしくて、色の組み合わせとかもめちゃくちゃ可愛くって、ここの商品はいろいろ使わせていただいてます。これは結構パターンも他にいろいろデザインパターンもあるんですか？そうですね。映ってないですけど玄関のマットとかも同じブランドのものですごく可愛いので気に入ってます。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちらのリビングスペースって言ったらいいですかね。
ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。こちら花瓶がたくさんはいありますが、花瓶は結構お好きでたくさん集められてるんですかね。そうですね。なんかコロナ禍をきっかけにすごくお花と花瓶を集めることにハマって、今こんな花瓶屋さんみたいな状態になってます。今これ花瓶はおよそ何点ぐらいいるんですか。多分ここのスペースだけだったら100個ぐらいですかね。全体で多分持ってるの130か140かそれぐらいになります。なんかこの花瓶のスペース、もちろん多分色とかをそういったところの配置とかもすごいこだわってると思うんですけど、そのあたりなんかこだわりのポイントみたいなのあったりしますか。そうですね、見ての通り4つに分けていて、なんでそう分けてるかというと、絵の具のパレットみたいに色を分けておくことでコーディネートするときに色のバランスが考えやすいので、この上の段に関してはそういうふうに分けてます。これ花瓶とかね、かなりの量あると思うんですけど、地震とか、なんかそういったことが起きた時とんでもないことになるんじゃないかなっていう今気がしてるんですけど。はい、地震はちょっと私が誰よりも恐れていることなのでこうやって粘着テープをつけて、簡単には落ちないように全部対策しています。一つ一つこれは全部そうなんです。貼られてるんです。全部貼ってあるので結構水替えの時とか大変なんですけど、この大事な花瓶が割れる方が嫌なので。確かにそうですね。ちなみに粘着テープはどちらのものを使ってらっしゃるんですか。ちょっと楽天で見つけたものなんですが、こういう耐震のこういうテープがあって、もうすごい粘着力が強くてかなり助かってます。あとなんか洗って何回も使えるので、そこも気に入ってるポイントですね。そうなんだ。じゃあ結構使い回しもできる。じゃあお金もあれなんですね。そんなに。そうですね。そこまでコストもかからないですし、これは本当におすすめです。ありがとうございます。ちょっとこの中花瓶すごいたくさんあるんで、難しいと思うんですけど、なんか思い出に残ってるアイテムだったりとか、なんかお気に入りのものみたいな、もしピックアップするとしたらなんかあったりしますか。悩むヴィンテージのものもあれば、そういう新しいものもあったりとか、作家さんのものもありますし、この辺とかはすごいお気に入りですね。すごいこれ、テクスチャーもなんか独特な。面白いですよね、この筋とか。これはちなみにどちらの？ちょっと詳細わからないんですけど、海外のヴィンテージのもので、こちらに関しては日本のガラス作家さんの松浦茜さんという方の作品で、すごく色が綺麗なんですよね。ここの縁の部分とかが紫とオレンジっぽい色で黒があって、ここの透明の部分とかもすごく綺麗で、光とかにも当たってちょっと反射したりするのも可愛いですね。すごい気に入ってます。ありがとうございます。そしたら後ろのテレビ台だったりとか、ちょっとそういった家具についてのお話もちょっとここでお伺いしたいなと思うんですけど、じゃあまずそうですね、テレビ台からちょっとお伺いしてもよろしいですか。